なんだこの会社と。何回見直しても全部9時会社なんですよ。あれ1件目、9時激怒りです。お前9時じゃねえのかよみたいな。嘘でしょと。電話してないじゃん。人に頼ったらダメなんだと。考え方を変えたことによって過酷みたいなのが楽しめるようになる。で、自分の思う通りに今度ことが進むようになる。1回だけ会社を辞めちゃおうかなと思ったことがあります。今回、森社長の過去の辛かった話であったり、これ大変だったっていうエピソードをお聞きできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。15歳の時に働いた会社の経験なんですけど、なんだこの会社と思ったことがありまして、営業が見積もりしますと。例えば荷物量が10の荷物量ですと。で、あなた明日この現場行ってください。現場に到着すると、あれ荷物15あるぞと。こういうことってまあまああるんですよ。管理者の人に連絡して、今日10って聞いてたんで何時ぐらいに終わる予定なんですけど、来てみたら15あるんで、次のお客様遅れてしまうと。どうしたらいいですか？僕はもう素直に普通に聞いちゃったわけですね。そしたら一言、どうにかして、自分で電話して、よろしくチッ。なんて会社だと。で、これ10を15になるっていうのは別にお客様の責任でもないし、悪者探ししちゃうとしたら営業が見誤ったって話ですよね。そんなのが毎日続くわけです。荷物量じゃなくても、例えば自分が作業やっていてクロス傷つけてしまいました。どうすればいいですかねって聞いたら、自分でどうにかしてみたいな。どうにかしてって何をすればいいですか？頑張って。マジかと。どうすればいいんだみたいな。そんなのが本当に山積みで毎日。もう怒りの感情と、仕事どんどん増えるし、やってらんねえよという感情ももしかしたらあったかもしれないですけど、やべえとこ来たなと思って、僕の結論は考え方変えたんですよ。もうこれダメだと。人に頼ったらダメなんだと。自分でちゃんと予測して、想像して、自分で何でもできるようになればいいんだと。聞いてるだけ時間の無駄だと思ったんですよ。荷物量の話においても、営業が見てきた見積もりをそもそもなんでずれるんだっていうのを考えて、でそれをこういろいろ紐解いていくと、なんとなく理由分かってくるんですよ。でそうすると今度じゃあ営業がこのぐらいの荷物量って言ったけど、自分もどのぐらい行ったら荷物量があるか想像してから行こう。こういう考え方にした瞬間に、次のゲームは自分の予測が当たるか外れるかっていうのを楽しめるようになったんです。営業がこの荷物量だって言ったことを、これも一つの情報として間取りとかそういうのを見ていきながら自分だけ予測する。そうすると、営業が10って言いました。自分が15って予測しました。言ったら15でした。これ何も怒りの感情出てこないんですよ。俺の予測合ってると。今度逆に楽しくなるし、自分の思考とか感情とか行動も変えられるんで、それが今度できてくると、実は後で役に立って、自分が営業になった時とかに、ものすごく役に立つんですよね。管理者になった時も全部役に立つんですよ。考え方変えたことによって、過酷みたいなのが楽しめるようになる。で、自分の思う通りに今度ことが進むようになる。もう一つは、自分ができなかったことをできるようになるっていうのはそうあって、さっき言ったクロス傷つけた、どうにかしてって。それも無茶ぶりされてるんですけど、でも、これクロスってどう直したらいいんだろうって調べます、聞きます、考えます。で、自分で直せるようになるわけですよ。次からは、じゃあもうその道具を持ち歩くんですよ。傷をつけたらその場で直す。そしたらもうそれで終わりじゃないですか。自分は直せるっていうスキルを手に入れた。そして無駄な時間減った。考える時間も相談する時間も、お客様にもう一日補修のために日程取ってくださいっていうのもいらない。これいい子娘だったんですよね。その人の価値観にもよると思うんですけど、仕事の中で無茶だろうとか、何言ってんだよとかって思えることも一瞬やっぱ過酷なんですけど、でも考え方変えたりとか、いろいろやってみると、得たものは自分で予測する力とか、自分で考える力とか、あと、絶対に普通だったら身につけようと思わなかったスキルだけど、実は役に立つスキルとか、こういうことも逆にやらせてもらったっていう今感覚なんですよ。一番大変だった無茶ぶり話みたいなのあるんですか？ある会社でバイトした時に、繁忙期になると、オーバーブッキングしまくるんですよ。明日の引っ越しこれだからって3案件も渡されました。何回見直しても全部9時会社なんですよ。あれ ?1 件目、9時これ全部9時ですよ。これ3件間違ってませんって言ったら、いや、間違ってないと。ごめん、オーバーブッキング。でも会社から言われたら当然行くしかないんで、それでもやりますよって。だけど、遅れる旨の連絡だけ入れといてもらっていいですかと、会社として。分かったと。1件目のお客様に行きました。これ普通ですよね、9時会社。終わって次のお客様に今から行きますって連絡します。激怒りです。お前9時じゃねえのかよみたいな。嘘でしょと思って、電話してないじゃん。すいませんって謝って行きます。最初本当に怒ってるんですよ。なんとか斜めながら、なんとかうまくやって、最後は、最初ごめんねって言ってくれるんですよ。やっとの濃さで2件目終わりました。3件目電話します。また激怒りです。みたいな。こんなのが繁忙期ずっと続いた会社がありましたね。アップルセンターを立ち上げてからは大変だったエピソードとかだったりするんですか？
創業してから3年ぐらい経った時、売上3億で、だいたいその当時社員が30人に行くか行かないかぐらいの時に、1回だけ会社を辞めちゃおうかなと思ったことがあります。これはなんでかっていうと、会社作った時の目的も家族養う、お金稼ぐってことだったんで、すぐ達成されてました。でもやり続けた理由は、やればやるほど成果が出たのと、仲間を巻き込んで、周りに人もいたんで、やるならどんどん結果出したいなと思って、その楽しさだけでやってました。その3億30人ぐらいになった時に、俗に言うだから30人の壁みたいな、やっぱりそのぐらいでやり方をちょっと変えたりとか考え方変えないと、うまくいかなくなるから壁にみんな当たると思うんですけど、そこで僕も壁に当たりましたと。どんな壁だったかっていうと、メンバーの愚痴、不満を聞く機会がすごく増えたんですね。で、これは僕にとっては結構辛くて、それまでっていうのは誰よりも働いて、朝鍵開けて、夜までずっといて、みんな帰ってくるのを待ってて、なんなら帰ってきたらみんなで飯食いに行って飲みに行ってみたいな、こんな生活をずっとしていて、全然苦じゃなかったんですよ。だけど、それが苦痛になって、朝も会社行きたくない。なぜならばみんなと会いたくないから。でも仕事しなきゃいけないから昼間は仕事する。で、夜、みんなが帰ってきて愚痴を言ったり不満を言う時間マジで苦痛で、自分が苦痛に感じてたのは、多分延べ1、2、3ヶ月ぐらいだと思いますけど、ここは本当に苦痛でしたね。で、その苦痛の行く先は、もう会社閉まっちゃおうかなみたいな。もともと自分の家族を養うためにこの会社作ったし、なんかこんな不満とか愚痴ばっかり言われ続けて、自分がすごい嫌な思いするために会社やってんのみたいな、やめちゃおうかなみたいな。愚痴とか言ってる環境って変わっていったんですか？そうですね、変えました。でも変えたっていうのは自分なんですよ。そこで気づいたのは、この会社にとか、自分に生きるとか働くとかっていう目的とか目標がないからだと。例えばじゃあ10年後の目標ありますと。今がここにいるので、このギャップを埋めようとするじゃないですか。ここに到達するために頑張ってますよね。すべてプロセスじゃないですか。でもこの目標がない人は、ここしかないんで、ここをいかに快適に生きるかになっちゃうんですよ。今日いかに平穏に暮らせるかとか、今日いかに楽しいかが重要なんですよ。自分もだからその時目標がなかったんで、そうすると今に不満があると心が貧しくなるんで、自分の目的はこれです。自分の目標はこれですって決めたら、僕は今プロセスだったんで、そうすると今辛いけど、今大変だけど、これを変えてってここに達成しなきゃいけないから、じゃあ今何をしよう、何を変えていこうっていうマインドになるんで、苦痛ではなくなったんですよ。それが変わって、じゃあ何を変えていこうってなったので、基本的には、うちの会社の目的、目標はこれにしましたと。でそのために、今でいうフィロソフィー、理念みたいなのを作って、クレードみたいなのを作って、僕がメンバーに求めるのは、こういう考え方です。で、そう書いて、愚痴はなしですみたいな。でやっていくと、愚痴りたい人はやめる。実際人ってちょっと入れ替わったりしますか？変わりましたね。小学校5年生ぐらいの時に死活されたことあるんですよ、クラスで。僕は結構言いたいことを言っちゃう性格だったんですよね。正義感強かったんですよ。おかしいと思うことはおかしいって言っちゃう人だったんです、多分。で、それがうざいって多分なって、ある一人からすると。結論でもこの経験はすごく良かったなと思っていて、これを言ったら人はどう思うんだとか、こういうことされたら人はこう思うんだとかっていうのは、いい経験になっていて、僕は究極ですよ。接客業とか対人に関しては、いじめられた経験がある子とかの方が優秀だと思うんですよ。いじめっ子の方がダメだと思うんです。いじめっ子は人の気持ちが分かんないからいじめるんだよ。いろいろ考えちゃって不安だとか、いじめられた経験があるか、トラウマがあるんだとか、もし気にしてる人がいるんだとしたら、むしろそれがあるから人の気持ちは分かりますよね。いろんなことが逆に考えられるんで、自分がこうやったら相手はこう思うんじゃないかって推測できる、予測できる、考えられるってことだから、世の中は仕事になったら活かせることいっぱいあるんで、プラスに転換できれば、ものすごくいいことに今度なれると思うんですよね。長所と短所って全部裏返しなんですけど、全部ひっくり返るんですよね。自分はバカだってなった時にも、バカにもメリット、デメリットがあるわけですよ。考え方によっては両方取れるんですよ。バカだからわからないって言ったらデメリットですよね。でも、バカだからできるってことあるじゃないですか。頭のいい人は考えすぎてできないことがあるんですよ。バカだからできるんですよ。あと、素直になれると。これめちゃめちゃメリットじゃないですか。辛いとか、落ち込んだ、過酷だとかっていうのは、その人によっても感じ方は違うんで、程度は個人差があると思いますけど、結局、考え方だからマインド次第ですよねと。先ほども言ったように、長所だと思われるところは短所にもなり得るし、短所だと思っていたところが実は長所になったりするので、これを長所か短所か決めてるのは、自分の価値観でしかない。だから見方を変えるというか、自分の価値観で物事を見てるだけだから、これが例えば相手の価値観で見たらこう思うんじゃないかとか、もしくは自分の価値観としてこっちに触れてるけど、これ逆から見たらどう思うんだとか、どう見えるんだとかっていう視点を変えてみるみたいなとか、相手の立場に立つとかっていうことをやると、全然違う世界がというか、全然違う結果がとか、感覚がやっぱ出てくるっていうのはものすごく学んだので、自分が苦手だと思ってることとか、自分がダメだと思ってるところとかっていうところをちょっと逆の視点から考えてみる。そういう風にちょっとこう考え方変えてみればいいんじゃないかなと思いますし、いろんな発見もまた出てくるんじゃないのかなと思います。
経験を通じて、最も一人一人が成長できるように、ということをやっぱ心がけて頑張っているかなとは思います。視座とかですね、そういったことをなるべく伝えられればいいなと思って、社員の教育研修とかっていうのも考えて設計したりしますので、ぜひ気になった方はいつでも引っ越しスタッフ募集しておりますので、応募いただけると大変嬉しいです。少しでもいいねと思ったらいいねをしていただいたり、チャンネル登録していただけると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。